ハンドメイドきよちゃんです。今回もダイソーさんのコットナブルを使って編んでいこうと思います。色は166番のラテベージュというベージュの糸で今回は編んでいきます。詳細は前回と同じですので省略させてもらいます。塩かぎ針は最初は 2.5mm の4号針を使用します。その後、3号針に変えて編んでいきます。かぎ針の他に用意するものはとじ針と糸切りばさみとマーカーとメジャーになります。はい、最初は 2.5mm の4号針で編んでいきます。作り目は鎖の作り目で編んでいきます。中に硬い芯が入っていますので、外側から糸端を出して編んでいきます。針に糸をかけて、このように針に糸をかけて、この糸端を引っ張って目を絞って、これは目数に入りません。ここから鎖を編んでいきます。1、2、97目編んできました。幅を変える場合は3の倍数プラス1目で編むようにしてください。そしたら細編みで、戻ります。裏山、このポコポコっとした鎖の裏側の山を拾って細編みを編んでいきます。針に糸をかけて立ち上がりの鎖1目を編んだら、ここが今編んだところの裏山ですので、この隣の裏山に針を入れて、糸を出して針に糸をかけてこの2本を引き抜きます。これで細編みになります。はい、裏山の目に針を入れて糸を引き出して針に糸をかけてこの2本、このように、97目細編みを編んできました。そうするとだいたい身幅が47センチぐらいになります。そしたらここから模様編みに入っていきます。鎖を3目編んで、そのまま2目鎖を編みますので、合計5目鎖を編みました。そしたら1、2、3目目にマーカーをしておきます。で、編み地をひっくり返して、そしたら針に糸をかけて、最初のこの細編みの目に針を入れて、長編みの未完成を編みます。そして、2目飛ばして3目目に針を入れて長編みの未完成を編みます。そしたらまた針に糸をかけて、この針にかかっている3本を引き抜きます。はい、こんな感じになりました。そしたら鎖を3目編んで繰り返します。同じ今、未完成を編んだ目に針を入れて長編みの未完成2目飛ばして3目目に長編みの未完成、針に糸をかけて一気に引き抜きます。これを繰り返していきます。鎖3目
長編み2目一度、1、2飛ばして、はい。1、2、3。編んでいきます。はい。最後も、長編みの未完成を、1、2、3目目、最後のこのマーカーをしていた目に針を入れて編んで、2目一度でこのように引き抜きます。そしたら、鎖を2目編んで、最後、この最後の目にもう一度長編みを編みます。はい。これで、一番端の目が編み終えました。そしたら、立ち上がり鎖1目編んで、編み地をひっくり返して、もう即に、針をこの穴のところに入れて細編みを3目編みます。最初編んだらマーカーをしておくと分かりやすいと思います。2、3目編んだら、今度は隣のこの穴のところに細編みを5目編みます。2、3、4、5。最初の目は、この、半分の形になってますので3目ですけど、次からはみんな、5目編み入れていきます。はい、最後に来ました。そしたらここの前段で鎖5目編んだところは、鎖を3目で編み終えます。はい、このマーカーあんま必要なかったですね。すいません。編み終えました。そしたら、これは2段で一模様になるので、またこの編み方の繰り返しなんですけど、ここのところをどこを拾うかだけ、最初説明します。立ち上がり鎖5目、3、4、5。5目編んだら、針に糸をかけて、ここの、鎖3目で終わった最後の目に針を入れて、長編みの未完成を編みます。そしたら、ここが3目で1、2、3、4、5目の真ん中の目、3目目に針を入れて、針を引き出して長編みの未完成。それで、最後に引き抜いて、これで模様が完成します。そしたら、鎖を入れ忘れないように3目編んでいきます。そしたら今編んだこの、長編みの目に針を入れて、この1、2、3目目真ん中の目に針を入れて、長編みの2目一度を編みます。はい。鎖3目で、長編みの2目一度、1、2、3目目真ん中の目に、はい。これを繰り返していきます。ここね、鎖3目を入れ忘れないように編んでください。はい、最後も、長編みの2目一度をまず編んで、それで鎖を2目入れて、同じ最後の
この2目一度編んだ片方のこの目に針を入れて長編みで編み終えます。で、同じです。次は鎖3目編み入れて、はい。わかりやすいように一番端の細編みにマーカーを入れて、次からは細編み5目で編んでいきます。はい、繰り返していきます。はい、このように編んできました。そうするとこの模様編みが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個編めた状態になっています。そうすると丈がだいたい16センチぐらいになります。で、少しちょっと扇カーブになって扇みたいな形になってるんですけど、ここで4号針から3号針変更します。2.3 ミリの3号針に変えて編んでいきます。はい。前身ごろの方は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10回、4号針で編んで、その後、1、2、3、4、5回、3号針、2.3 ミリの3号針で編んできました。細編み5目の編み方で、こちらまで来たところになります。ここが半分の穴で、細編み5目を編んだこの穴が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15と半分、細編み5目の真ん中の3目目にマーカーをしています。で、ここから、V の字に編んでいきます。そのまま3号針で編んでいきます。ではここから、ここら辺まで編んでいきます。はい、鎖を3目編んで長編みの2目一度になるところで、マーカーを外して3目目のところに、未完成を編んで引き抜きます。これで、V の字のになるところちょうどこの形になりますので、ここで、編み終えて、で、立ち上がって編み地をひっくり返してそのままここの、鎖3目のとこなので、細編みを5目編みます。4、5。それで、最初の細編みのところ一応マーカーいらないかな。マーカーいらないかな。一応マーカーしておきます。はい、5目ずつ細編みを編み入れて戻っていきます。はい、V ネックの方のこの編み方の2個目、こちらからこのように長編み2目一度と鎖3目を繰り返し編んできました。そしたらまた長編み2目一度編むところ、最後、ここ細編み5目のところの真ん中、こ
ここ隅に、マーカーをしたんですけど、ここです。通常の編み方で2目一度を編んで、なしにして、はい。それで、また立ち上がって同じです。細編み5目でこの穴に編み入れていきます。3、4、5。はい。そしたらさっきは隅にマーカーをしたんですけど、やっぱり真ん中にマーカーをするようにします。ここもマーカーをしておきます。ここの真ん中のこの身ごろの真ん中のここから始まったので、ここもマーカーを入れておきます。はい、鎖3目で長編みの2目一度、ここ、3目目のところにマーカーをしたので、針に糸をかけて長編みの未完成で最後に引き抜いて、これで、1、2、3個目立ち上がって、細編み5目で、戻ります。1、2、3、4、5個目編んだら3目目のところにマーカーをしていきます。右肩をこのように編んできました。ここからこの穴が1、2、3、4、5、6、7、8回編まれています。長編み2目一度と鎖3目の編み方を編んで、こちらから細編み5目でこの穴に編み入れてきたところになります。そうすると穴がここ半分の穴で、丸々、細編み5目の穴が1、2、3、4、5、5、6、7、8あります。14センチぐらいこの幅があります。はい。そしたらここの一応ここがこう、波を打ってる形になりますので、この頭を揃えるためにもう一段編もうと思います。立ち上がり鎖1目編んで編み地をひっくり返したら、最初にこの、半分の穴になります。細編み3目で編んでるところになります。そしたら最初の細編みの目は、細編みで普通に編みます。で、次は中長編みを編みます。それで、3目目、細編み3目目は編まず、3目目編まずに、次の細編み5目のところになります。それの、一番最初の細編みも編まずに、2番目の細編みのところに中長を編みます。はい。そしたら、真ん中、細編み5目の真ん中の目になりますので、ここは細編み。次は中長編み。で、2目飛ばして、
中長編みで細編み、この5目の真ん中になります。次は中長編み、こんな感じで編んでいこうと思います。で、真ん中谷の部分の2目は飛ばして山の部分の3目を編みます。中長編み、細編み、中長編み。これでこちらまで編んでいきます。はい、このように編んできました。そしたらこのマーカーをした目は編まずに終わります。中長編みで終わっています。ここも 5目、細編みが編み入れてありますので、中長編み、細編み、中長編みになってて、最後は編まずに終わります。そしたら、肩を、後で閉じますので、3倍分糸端を残してカットしておきます。これで右肩が出来上がりました。そしたら左肩も同様に編んでいきます。模様が変わってしまわないように、糸端の編み始める方を間違わずに編んでください。こっちの V の谷のところから糸端をつけて編んでいきます。ここが、細編み5目の真ん中の3目目になりますので、ここから、糸を出してで鎖を3目編みます。これで、長編み1目分になるので、またここ細編み3目、1、2、3、ここが1、2、3、3目目に針を入れて糸を引き出して、これで、長編み2目一度の形になります。そしたら鎖3目で、あとは模様同じ編み方です。長編みの2目一度、細編み5目の3目目に針を入れて、鎖を3目間に入れて編んでいきます。はい、細編み5目編み入れて戻ってきています。最後ここが立ち上がり鎖3目のところで、ここが最後の穴になります。鎖3目の穴になります。そしたらここは、本当だったら細編み5目編むんですけど、細編みを3目で編み終えて終わります。はい。そしたらまた、立ち上がりを鎖3目編んで、編み地をひっくり返して、それで、次のこの細編み5目のところの3目目に針を入れて、長編みを編みます。これで、こう V になっていく形になります。はい。そしたら鎖3目で、ここ
今のところ長編みを編んだところに針を入れて、長編みの未完成、次の細編み5目の3目目に針を入れて、これで、これでまた、鎖3目の長編み2目一度を編んでいきます。はい。ここが、立ち上がりの3目で、ここが最初の、鎖3目の穴になりますので、ここは細編みを3目で終わる形にしていきます。なので、ここのところに一応印をしておこうかな。はい。これで編み進めていってください。はい。細編み5目で穴に、編み入れてきました。そしたら最後のこの鎖3目。こちらは立ち上がりの鎖3目のところなので、その手前のこの穴のところに、本当だったら細編み5目編み入れるところを細編み3目で編み終えます。はい。そしたら、鎖3目で立ち上がって編み地をひっくり返して、ここは細編み3目ですので、次の1、2、3目目に針を入れて長編みを編みます。そしたら鎖3目で今編んだところの目に長編みの未完成と1、2、3目目、次の細編み5目の3目目に針を入れて未完成、針に糸をかけて引き抜いて、これでこの長編み2目一度が編めて、ここに穴ができましたので、ここを次細編み3目で編み終える穴になりますので、マーカーをしておきます。ではこのように編み進めてください。はい、左肩の最後に来ました。そしたら、今までこの V ネックのところは、細編みを3目編み入れて終わって、また次の立ち上がりのところに入っていったんですけど、最後だけは、細編みを5目編み入れて終わる形になります。1、2、3、4、5。はい、これでこの V ネックのところから1、2、3、4、5、6、7、8 V ネックを編んできました。穴が1、2、3、4、5、6、7、8で8と半分で終わっています。そしたら、こちらの左肩も、右肩と同じように、3目ずつ、この細編みに3目ずつ、編んでいきます。最初の目は飛ばして、2目目に中長、ちょっと伸びちゃって。最初の目飛ばして2目目に中長編み。で、細編み。で、次は中長編み。で、1目2目飛ばして、細編みの2目目のところに中長編み。真ん中のところは細編み、中長編み。
はい。このように、ここ最後まで編んでいきます。左肩の最後に来ました。マーカーを外して、最後細編みで終わります。谷のところ2目編まずに、隣の目中長編みで、最後は細編みで終わります。こんな感じで、目を揃えて終わる形にしました。そしたら、糸を引き出して、とじ分を残して、カットします。そしたらこんな感じで V になりました。はい、編み方は、このね、2目1度、長編みの2目1度と鎖3目のこの編み方をそのまま使って、この V を作った形になります。そしたら13センチぐらい、肩が13センチぐらいになります。V が21センチぐらいで、丈がこのままだと伸ばさずにだいたい40センチぐらい、身幅がだいたい52センチ53センチぐらいになります。はい、後ろ身ごろもこのように編んできました。後ろ身ごろは説明だけになるんですけど、こちらから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個穴が開いたところまでは4号針で編んで、この上からは3号針で編んでいます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 個、往復で長編み2目1度と鎖3目で編んで、帰りは、細編み5目編み入れる編み方で、いくんですけど、その往復で1と数えて、13個までまっすぐ、3号針で編んできました。で、最後、肩のところを前身ごろでも、紹介しましたが、これは裏を見る感じで編んでいます。同じように編んでください。1,2,3,4,5,6,7,8 と半分の穴のところの、細編み5目の、ところを編んでいきます。こちらに、糸端をつけて、それで、立ち上がり鎖1目編んで、中長編んで細編み編んで中長編んで2目飛ばして、同じように中長細編み中長2目飛ばして中長細編み中長という感じで、細編み5目の、山の3目だけを編んで、このように26目編みました。左肩の方は糸端がそのまま、右側にあったので、そのまま、立ち上がり鎖1目編んで、ここね半分の穴なので細編みが3目入ったとこだったので、細編みを編んで中長を編んだら、ここ2目飛ばして谷のところになっているので2目飛ばして
で、中長、細編み、中長で、編んでいきます。はい。それで、26目、このように編みました。そしたら、こういう糸端、この玉と玉のつなぎ目の糸端を処理していきます。こちら側が裏側になります。細編みを編むときに表になる方を、今回は表にします。はい。なのでこちら側が表、こちら側が裏側になります。なので糸端を全部裏の方に出して、それで、糸始末していきます。このように編み地に縫い付けて、このね、細編み5目のところに縫い付けると閉じやすいと思います。始末しやすいと思います。では同様に、糸端の始末をしてください。はい、こんな感じで始末していきます。そしたら、アイロンを一回スチームをね、たっぷり当てて形を整えてください。はい、スチームを当ててきました。身幅は51センチ、着丈が45センチで、かけました。肩の部分は 13.5 センチで、当てました。このように四角く、その、製図を取って当てたので、ここの部分はもう自然に測らずにその伸びた感じでスチームを当てました。後ろ身ごろも同じ、ここのところは測らないんですけど、横と縦の長さ、同じ長さでスチームを当てました。そしたらこっちが表部分になりますので、中を表にする形で、肩を閉じていきます。こちら側が後ろ身ごろになります。こちらが、裏側になります。なので表と表を合わせて、これで肩を閉じていきます。かがりはぎで閉じていきます。目と目を閉じていきます。ここ一番隅の、目になりますので、目と目を拾って、このように針を通して閉じていきます。はい。もう一回同じ目に通して、次から一目ずつ目の頭に針を入れて閉じていきます。また次の目と目一目ずつ拾って、このようにかがっていきます。
端まで閉じてってください。最後まで来ました。最後の目と目も拾って、もう一回同じ目に針を入れて、これで全部閉じ上がりました。そしたらそのまま、この今閉じてきたこの耳のところもう一回、巻きかがるようにして、もう一回ちょっとこう戻る感じで縫い付けたらカットします。はい。そしたら、反対側も糸端が残ってますので、同様に巻きかがっていってください。はい。そしたら、脇下を閉じたいと思います。ここが今、肩をかがった部分なので、ここの腕の周りをどのぐらい開けるか、下から裾から10センチぐらいのところ、1、2、3、4、5、穴が5つ開いた上のところに印をして、ここだけ、ほんの1、2、3、4、穴が4つ、鎖の部分が4つのところまで閉じます。4号針で閉じていきます。はい。この細編み3目のところですね。この目の頭に針を入れて、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5。間違いなく同じところに針を入れたか確認してから糸を引き出して、そしたら鎖を3目編んで、次のここの目の詰まったところに針を入れて糸を引き抜きます。たらそんなに糸始末分だけ残してカットして、はい、ここの今引き抜いたところの目のこちら側に一回針で通して、それでここはもう適当でいいです。この今鎖を編んだところにこのように、通してちょっと戻ってカットします。はい。そしたら、この反対側のこんなに残っちゃってますけど、こちら側の糸端も同じように始末して、このね、今鎖を編んだ、鎖閉じをした
つけて、始末して、カットします。はい。こんな感じでできました。そしたら反対側も同じように始末してください。はい。反対側もこのように閉じたら、この肩の部分と、この脇の部分を、スチームを当ててください。あと糸端がこのぐらい残ってますので、袖の周りだったり、この襟の周りを、縁編みしていただいてもいいかと思います。そのまま4号針で、肩の、ここ閉じたところになります。そこに針を入れて、糸を引き出して立ち上がりを一目編んで、細編みを編んだら、鎖を一目編んで、細編み鎖の繰り返しで編んでいきます。はい。こんな感じで、もうほんと適当で、目数も数えませんけど、つらないように気をつけながら編んでいきます。鎖を一目編んだら一目飛ばす感じで、こうやって編んでいけばいいと思います。はい、ここが V のところになります。こういう感じで V のところになるので、鎖を一目編んだら、この V のところの付け根の穴に細編みを編んで、もう一回同じ目に細編みを編んで、で鎖を編んで、こちらの、右半分の方に移っていきます。一番谷のところを拾って細編み鎖で傷んでおこうかな。鎖、一番谷のところ一目拾って鎖、山のところに細編みで鎖で編んでいけばいいと思います。はい。こちらも鎖、細編み鎖で編んじゃいます。はい、最後の肩の、ところまで来ました。鎖を一目編んだら、最初の細編みを編んだところにそのまま、チェーンで、渡せるので、ここに入れて、最初の目に通して、これで終わります。そのまま、この肩の
閉じたところの耳のところに糸端の始末をして終わります。つけてちょっとね、あんまり折り返したりすると、先ほどの糸端もあったりするので厚くなってしまうので、そのままカットします。はい、こんな感じで、こっちは後ろ身ごろの方です。ブリューの感じもこんな感じでできました。ちょっと反対ですけど、はい、そしたらまた、裏側からスチームを当てて形を整えたら完成になります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。コメントもお待ちしています。ありがとうございました。